自分を通して世界を見るって言いますかね、つれづれなるままに描いてるっていう、これは芸術にはならないとかですね、芸術にすればいいわけですね。どうしてもやっぱり手作りをやりたいもんですから、手で形を確認して表現を獲得すると言いますかね。全てのそういう表現者にとっては作品っていうのは日記のようなもんじゃないかと思うんですね。今日はですね、野田さんの代名詞とも言っていいと思うんですけれども、日記のシリーズについてお話を伺いたいと思います。最初油絵を専攻されていた。そうですね。油絵を描かなきゃ絵描きにならないと、絵描きになるには油絵をなきゃいけないというような雰囲気ありましたからね。だから油絵科に入ったんですけれども、油絵科に入りまして、版画なんかも選択で取れるもんですから、そのようにして版画も勉強してたわけですけれども、先生が小野忠重っていう方でしたので、一般で多色をできるというような技法でですね、この作品作ったんですけど、それが66年あたりだとこういう抽象的な現実に沿ったものではないんですけど、そんなものを作ってたわけです。野田さんの中でその日記という言葉が出てくるのが68年ぐらいからになるんでしょうかね。そうですね。自分の表現をしなければいけないというような気持ちになりまして、写真を画像作品の中に取り込んだわけですね。子供の頃のですね、絵日記とかですね、そういうものも一つのきっかけになりましたね。自分本位でやるということですね。だから写真で記録しながら、自分の作品を作っていこうと、また芸術を考えていこうというような気持ちになったんですね。それはニューヨークへ行った時にたまたまですね、この最初の地球を守ろうアースデー運動ですね、それに出くわしたんですね。作品のその空にはですね、黒いグラデーションを使ったわけですけど、汚染された空気を出すためにこのような表現にしたわけです。これは池田正夫のアトリエなんですが、彼の主題であった女性の体ですね、雲に描いてですね、彼の空をここに取り入れたということになります。で71年に野田さんはイスラエル人のドリットさんとご結婚されるんですね。はい、あそこにありますのがね、言ってみれば婚約の時のその時に写真撮ったのを元にしてるわけですね。家族のポートレートを使った作品で東京国際版画ビエンナーレの国際大賞を受賞されます。なんか特別じゃなくてですね、ごく当たり前の記念写真、それと構図で作ったわけですが、この時に出会ったのがその当社版のファックス。そうなんですね。当社版って言いますとね、昔ガリ版って言ってたんですね。学校なんかではですね、試験問題とかビラとかそういうものに使ってたわけですけど、いわゆるその網点が見えるシルクスクリーンと当社版によるその正版とではだいぶ質感が違うんですよね。やっぱりね、写真という機械を使いますとね、なんかこうずっと機械的に終わるっていうのが嫌なんですね。でこの当社版の自動製版機っていいますのは針で放電させて作るもんですから、網点がいらなかったんですね。この効果が僕は好きだったんですね。70年ぐらいになるとお子様が生まれて、この日記シリーズの中にも作品に取り込んだものとか出てきますね。これはですね、息子が勝手に落書きしてしまったんですね。もったいないと思いましたね。その時の状態をオーバーラップをさせて作品にしたというわけです。この作品はですね、子供が生まれてですね、いないいないバーをやってるとこなんです。これもですね、僕大工仕事って言いますか、日曜大工が好きなもんですから時々やってますと、その真似して釘を打ったということです。釘を打つということはやはり集中力がこれだけついたんだというような僕は親としての喜びもあったわけですね。これはですね、やっぱり娘がですね、布団をですね離さないんですね。これはスヌーピーの漫画にもありましたね。英語ではセキュリティブランケットっていうらしいんですけどね、子供にはよくある現象らしいんですね。洗濯もさせないんですね。だからこのこだわりをですね、僕もこだわって
続けて作品にしたんですね。でもだんだんこういうふうに中のその綿も取れていくわけですね。僕にとっちゃね非常に意味あるものだったもんですから、やっぱり作品っていうのはですねやっぱり自分に意味あるものなんですね。一番その関わり合いの深いものって言いますか、そういうものが主題になりますね。その中で写真はかなり頻繁に撮られる方なんですか？カメラがあれば撮るわけでですね、まず作品もですね、つれづれなるままにって言いますかね、わざわざ撮りに行くということはしないんですね。本当にもう身近なものだけって言いますか、折に触れてやってるぐらいでですね。この80年またいくつか違ったモチーフも登場してくるわけですけれども、一つが風景がありますね。時々その車で出かけることがありましてね、運転免許ないもんですから横に乗ってるだけでですね何もすることないんですね。ですからカメラ持ってる時はですねこういうふうに写真を撮ったりなんかしたんですね。色がまずないんですよね。モノクロームに近いような形で。俺はですね色を使いますとねインクをたくさん買わなきゃいけない、絵の具をたくさん買わなきゃいけないというのは冗談ですけれども、あんまり色を使って情緒的になるっていうんですか、なんか説明的になるっていうんですか、そういうことにならないように饒舌にならないようにですね、ちょうど墨絵のようなですね感じでやってみようというような気持ちになったんですね。その頃ですね母印も使い始めたんですね。あ、そうなんですか。色がないから色気をつけるためにというような感じですね。でもねこの母印というのはですねやはりこの生きてる一つの証といいますか証明なんですね。だから死んだらできないんですね。でも日記シリーズの中で自分の存在の証である母印を押すというのも、はい、忘れませんしね、あちこち置いてもですねすぐ自分の手元にありますから、手にありますから非常に便利ですね。で考えてみると野田さんの作品の中で人物が描かれる場合にあまりその表情というものを細かく書き込まないような気がするんですけれども、やはり表情っていうのは僕にとってはあまり語りすぎるんですね。だからできるだけそれをね覗いてって言いますか、ミニマルな状態でって言いますか、そんな感じで作りたいというように思ってるんですね。これはただそのまま写真を版に刷ってるわけではありませんよね。そこに必ず野田さんの手の痕跡というのが見られるように思うんですけれども、写真の上にこれは直接書き込んでいくわけですね。そう今コンピューターがありますからね。ただどうしてもやっぱり手作りをやりたいもんですから、手でちょっと鑑賞したいって言いますか、自分のものを作りたいと思うもんですからね、感性って言いますか感覚って言いますか、それをやはり取り入れることが必要になってくるんですね。手で形を確認して表現を獲得すると言いますかね。うちの娘よく言ってましたけど、せっかくよく撮れてる写真なのになんで汚くするのかっていうことを言ってましたけどね、やっぱりねデジタルはですね確かにきれいに再現できるんですけど、なんかちょっとボタン一つでですねなんかこうなんて言うんでしょうかね、身体感覚っていうんでしょうかね、そういう自分の出番がないということですね。現実感がないって言いますかね、そんな感じですので、やっぱりどうしてもまだこだわってこういうことをやってるんですね。突然出てきたタバコの灰皿が立体のブロンズに鋳造されているように見えますけれども、これはですね息子がタバコを吸い始めたんですね。実際に息子さんが吸ったその灰皿をそのまま型取りをしているわけですね。こういうふうに出すことによってですねやめてくれればと思ったんですね。親父またかよって感じになりますよね、やっぱり息子の。バカらしいといえばバカらしいんですけどバカらしいことでもやってみようと思ったもんですから、実はですねやっぱり芸術というのはやっぱり生活に根ざしたもんですしね、なんか一つのテーマがあってですねモチーフっていうか主題にしようと思えばできるんですね。これは芸術にはならないとかですね、芸術にすればいいわけですね。僕はそんなつもりでやってるわけですね。これは散らかった部屋の様子ですけれども。そうですね、だから何でも言ってみればなるんですね。これはやっぱり、はい、前のは娘の散らかった部屋で、これは息子の散らかった部屋です。散らかすその息子さんっていうのは、多分大いに違いないと思うんですけど、随分何人かのお母さんからですね「いや安心しました」って言ってこれを見てですね
なんか同情されたことが実際あるんですよ。まあこんなような日常の本当何気ないこれ洗濯物を、取り込んでまあ椅子の上にちょっとポッとはい、ことはよくやりますよね。これはですね九州の実家なんですね。せっかくきれいに作った場所にですね電気製品がこういうふうに並べてコードが床に並んでいて、でも結局こうなってしまうんですよね、いつの間にかね、きれいに作った棚も。とりわけ90年代ぐらいからこの野菜が出てきますよね。家庭菜園って言いますかね、こういうの趣味でやってるもんですからね。これはねよくスパゲッティなんかで使われてるイタリアのトマトなんです。これ株ですけど、僕がこう作りますとみんなこういう形になるんですね。これはねエッチングを使って、珍しいですね。やってるんです。これはですね、ハロウィンっていうのがありますね。あんなんで使う大きなかぼちゃなんでしょうね。ホームセンターで見つけたもんですから種を買ってきて植えたんですね。メガネを上に乗せてますけど、かぼちゃの自画像みたいなもんですけどね。しばしばご自分自身が作品に登場しますね。こういうふうにですね時々僕はバーゲンセールのこのチラシを見てですね買いに出かけるんですよ。こういうことをしてるんだなと思ってですね、これは残しておこうと思ったんですね。だからわざわざ自動シャッターで撮ってですねこの作品作ったんです。他の方に撮ってもらった写真じゃないんです。僕は写真っていうのはスケッチと思ってますから、写真でスケッチしてですねそれに手を加えるというようなやり方ですので、自分で撮るというのが主義になっております。やっぱり日記のシリーズですから、そのパーソナルなもの、とりわけ自分と向き合う機会というのは多いんでしょうかね。しばしば野田さん自身が作品の中に入って、これ言ってみればですね、みんなの作品が自画像みたいなもんなんですね。僕だけじゃなくてですね、やっぱりアーティストというのは、個人に関わっていろいろ作品を作るわけですけど、やっぱり全てのそういう表現者にとっては日記を作品っていうのは日記のようなもんじゃないかと思うんですね。今これ野田さん左手の方に原稿を入れてですね、右側に当社版の製版機のビニール原子を入れるんです。そしてスイッチ入れますとね、写真というのは白と黒がありますので、黒いところ白いところ、その反射をですね右側に電流として伝えて、そのビニールに放電させてですね穴を開けるんです。で版が出来上がる。まずビニール原子をああいうふうに剥ぎますとね、こういうふうに小さい穴がですねたくさん開くんですね。つまり機械的な網点とはちょっと違うんですね。そしてそれを木版になって色をのせた紙の上にかぶせていくというわけですか。そうですね、ローラーで。これが野田さんの制作のプロセスなんですけども、当社版製版機に出会ったというところ、これがとても大きいんでしょうね。そうですね。これはですね、学校へ通ってる時によく見かけたホームレスのテントなんですね。これだけ経済大国になったのにどういう意味なんだろうということを考えることにもなりましたけど、現代美術ではですねインスタレーションっていうのが流行ってましたね。しかしホームレスの方のテントは現代美術的な観点から見れば非常にその鑑賞に耐えうる面白い構造をしてるなと思いまして、それでこれを作品として作ったわけです。これはですね、僕は妻がイスラエル人でですね、この時はハイファのですね妻のいとこのお家に泊まったんですね。でいとこの息子がちょうど兵役でですね、ちょうどこのベッドを使ってなかったもんですから、ここに寝たわけですが、ベッドの下にこの弾丸が置いてありましてね、そのまま写真に撮って作品にしたわけです。野田さんはしばしばこの日記シリーズをお作りになる中で、その個人的なものを通して普遍的なもの、あるいはその自分の生活のプライベートな生活の断片を通してそこからその世界をというようなことをおっしゃいますけれども、だから自分を通して世界を見るって言いますかね、
僕の一つの課題って言いますか、作品の中にこのようにして現れてくるわけですね。最後にまた自画像。はい、これは先ほどのですねいないいないバーとちょっとオーバーラップしていますけれども、3月の下旬をもってですね大学を定年退職というふうになったんですが、その半年前にですね定年退職勧告通知っていうのが来たんですね。いやびっくりしましたね。こんなものが来るのかなと思いまして、その感動をですね残しておこうと作品にしたわけですね。これからも日記のシリーズが、続いていくことであろうと思うんですが、ですから日記っていうのはやはり続けることに意味があるというふうに思ってるんですね。印刷技術っていうのは非常にその世の中に貢献したと思うんですね。でも払い箱になったですねその印刷技術、手で刷った糸とか銅板とかそういうものからなんか豊かな表現ができるということを発見したんですね。魚でもですね、それは魚取ってすぐ食らいついてもいいわけですけど、しかしやはり自分の好きなように味付けをしてですね、鱗を取ったり塩をかけたりみりんをかけたりですね使ったりしてですね魚を食べるわけですね。そんな風にですね自分の作品も作ってるように思います。それでつれづれなるままにですね折に触れて描いてるという進めてるということなんですね。